先日見たエロアニメのお話？何が見えてんの？石炭は腐るほど埋まってるのに原油がないってことはないと思うんだが。言われてみれば謎である。今、ちょうどカメラに映ってるのがエタノールの密造工場です。犯罪みたいに言うなし。湯気サバチャンネルへよどうしたレイムさん？嫌な事実に気づいてしまったかも。自分の成績がやっと嫌になったの？余計なお世話だ。いやー、3度の生成器でさ、隊員を増やせるじゃん。あったね、そういう機能。あれ何に使うんだと思ってたんだけど。もしかして作業させたい場所に発生させて、作業が終わったらポイ捨てするための機能なんじゃないかと。うわこれはグラビタス本部に再びの嫌がらせが必要ね。そろそろ泣くからやめて差し上げろ。しかしとんでもない機能ね。ろくでもないの間違いでは？とはいえ使い道はあるからな。移動チューブとか引っ張るよりは早く済むもんね。まあ頭の一部に置いておこう。話は変わるんだけど。先日見たエロアニメのお話？何が見えてんの？そうじゃなくて、パフ選手のことなんだけど。どういうこっちゃ？ちょっと気になって、高温酸素をこってりパフに吸ってもらったわけよ。吸ってんならやっぱり下ネタじゃん。殴ってよい？ごめんて。で、結果は？こうなった。何これやばくない？やばいのよ。多分だけど快適温度を振り切っても良いなら生育限界の100度まで耐えると思うわ。もうロドリゲスの酸素を直に吸えるじゃん。そう、ロドリンの仮想を広く取って、こってりパフを放てば、酸素をそのまま消費してもらえるのか。しかもオキシライトまで手に入るときた。使用用途によっては少し冷却がいるけど、これは青人参で十分やれるでしょう。この攻略方法、結構えげつないな。なんで気づいた？いや仮想のロドリンが進まないから酸素を元、ヘドロバイオームに押し込むって話があったでしょう？あったね、そういう計画が。あそこにパフ先生を入れといたら便利じゃね？とか思って。なるほど、必要は発明の母とはよく言ったもんだな。プランを実行に移そう。幸いにもこってりパフ選手の卵は割って食べるほどある。一つ気をつけるべき点としては、酸素の温度が36度以下だと逆に温暖化が進むという点ね。確かに、それは避けたい。あれ、じゃあ今居住区にいるのはまずいのか。今週の、自由研究の、コーナー。はい、長編になっているマグマ制御実験です。しかし今回で一旦、実験は終了となります。見えている問題の可視化をしてみる。こうしてみると問題しかない。1については割とお手上げだ。熱源として空間ヒーターも置いてみたが、うまくいかないのよね。そもそも蒸気室が広いのかしら？第一冷却室の方はうまく回ってるんだがな。その左隣のメインの水冷システムが止まるわけです。これが止まると液体クーラーが停止するっていう電力網のデザインがもうダメな気がする。いわば共食いだからね。かといって 1200W を4系統なんてとても賄えない。何か、永続的かつ非破壊的で、効率の良い発電はないもんか。そんなもんがあればとっくに。どうした？石油発電はどうだろう？昔、イランとか言ったの君だぞ。しかしせっかく、石油があるのだからね。保健衛生大臣、まあ作っておく分には良いとは思うが、二酸化炭素と熱をぶちまけるデメリットを考えるとどうかと思うけど、ちなみに各部屋のサイズを縮小してみてます。一番、小さくなったのが第一加熱室です。あそこは大きすぎた。今のサイズでも大きいと思うわ。視聴者様もおっしゃっていたけど、およそ10トン程度をコントロールするのが良い気がする。そのくらいでポンポン回るとちょうど良さそうではある。あまり大量に量産しても良いことないもんな。あれ、そういえば生産量を調べてないな。ほんとだ、ちょうど良いから今、見てみましょう。話題が変わるからシーンチェンジするわ。あれ、原油たまりって生産量が決まっているのか。そうみたいね。実際のプレイデータで見てみたけど無意味だった。1日で3トン変換すれば適切らしいな。少ねえ。思っていたよりもずっと小さかった。20トンくらい増えてるかと思ったが。何々、キッズ外務省によると、1日での原油生産量が最大であるアメリカで約1万6000バレル。7.3 バレルでほぼ1トンなので、約2200トン。それを勘案しても少ないわ。意外だったんだが中国で4000バレル、クウェートで2700バレルか。もっとドボドボ吹いてると思ったのに。なんで中国は少ないんだろうな。山が多くて木の埋蔵量が少ないのでは？なのかな？石炭は腐るほど埋まってるのに原油がないってことはないと思うんだが。言われてみれば謎である。どうなってんだ？ググろうとしたら力いっぱいサジェストが出たわ。疑問はみんな、同じだな。のらりくらりした記事しか出ない。埋蔵量自体は相当あるみたい。掘ってないだけか。中国の原油の輸入量が増えてるらしいのに、ますます意味がわからん。石炭の方が効率が良いとか？まあ爆発がお家芸の国だから、扱いやすい石炭の方に目が行くのかも。なんか色々と大変ね。
ここらで本編も見ておこう。視野どれ増えすぎ寿命が近い個体がちらほらいるから、まあ大丈夫だとは思うが。あとさ、動物ハウス設置しない？それは考えてた。けど厩舎の移動もあるしと思って。そっか。この辺もかなり初期の頃に構築してそのままだからね。お、補給でエタノールが来た。まだ作ってないぞ。ほんとだ。施設は作ったけど稼働前なのに。なんだこりゃ？まあもらっておくけど。というか金アマルガムと同時に補給に出ないでほしいわ。究極の選択だな。意地の悪いこった。やっぱり本部に仕返ししておくわ。誰かのゲロでも送ってやろうか？うちではゲロもないけど。先日、ゆっくりカルビさんのとこのトラバルドくんが派手にやってたからもらってくれば？あれは衝撃のエンディングじゃった。悪いけど笑わしてもらったわ。通過1サイクルで0%から70%超えってすげえと思うんだが。人事じゃないからね、気をつけましょう。あ、今、ちょうどカメラに映ってるのがエタノールの密造工場です。犯罪みたいに言うなし。エタノールってアルコール類じゃないんだっけ？そうみたいよ。許可不要だって。ならいいや。色々と施設が止まってるわね。これはあれだ、熱で自壊しちゃうから一時的に施設を壊してるんだ。エタノール冷却の用意ができたら再構築する。本編も割と厳しくなってきました。言い忘れてたかもですが、トロトロスリップスターが石油の排出を始めてくれました。水抜きしないとダメね、これは。それはそうなんだが、タンクに詰めても使い道がない。昔、話題にしたっけね。電力を使ってまで脱煙するだけの意味がないとかなんとか。水源としては有効だし、電気分解に回しても良いんだが、酸素をどうすんのかと。パフ先生だけで消費はできないだろうし、無理でしょうね後で紹介するけど、とあるモッドを使いたい欲求と戦っております。難儀ね今週の、モッド紹介の、コーナー。今回は何を出してくるのかな？先ほどヒントはあったけれども、今回はこちら、まあ見たまんまですけども、ニュートロニウムを掘れるわけね。宇宙にアクセスできるのかな？多分無理だと思う。背景タイルを剥がせないから。背景タイルを剥がせるモッドはないわけ？すまんが見当たらなかった。継続調査はするけれども。そっか。でもこれはこれで良いものね。問題点を挙げるなら掘るのに黒曜石の5倍の時間がかかるという点かと。5倍って。まあ設定は可能らしいから、その点が救いかも。まあ本来、掘ったらあかん相手を掘るわけだからね。一線を越えている自覚はあるんだろうな。以上、今週のモッド紹介のコーナーでした。お疲れ様です。最後に居住区のこってりパフ先生をチェックします。少し、温度が高いかな？やはり温暖化しているのかも。それはまずいわね。引っ越しも視野に入れないと。あれ、パフ先生の体温が28度だぞ。周辺の温度で変わるのか。じゃあ意外と悪くないのでは？野生の青人参と同居させたら便利かもな。石が面倒くさくなければ普通に植えても良いと思うけど。そうだな、試しに植えてみようか。よし、じゃあ少し早いけど今回はここで締めよう。少し変わった総集編の用意もしてあることだし。はいよ。総集編はあまり期待しないでください。では、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。